ラジオの本日の撮影の方を始めていければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日、ゲストっていうか、一緒に対談させていただく、パク社長にちょっと来てもらってまして、で、パクはい。さんは、採用の支援ですね、採用支援領域で、自営で、オーナー経営でやられている方で、直近、多分去年の夏ぐらいですかね、夏前後ぐらいに初めて、お話しさせていただいた時から、売上が、いい感じで、約2倍ぐらいになってるみたいなところだったりとか、結構、いろいろ仕事の話とかを、Facebook とかでやってて、僕はちょっと最近の戦績は分かってないんですけど、調子良さそうだな、みたいな思ってたのと、いろいろちょっと別の勉強会とかでも、よくしてもらったみたいなところもあるんで、その辺でちょっと対談したいなっていうのが来てもらったっていう感じで、で、今日の内容なんですけど、やっぱリード獲得っすね。そこってやっぱもう、自分で J で生きていくってなったらもう肝の部分になってくるなってところあるんで、そのコンテンツをちょっとメインに話していきたいなと思うんですけど、冒頭ちょっと簡単にファクさんの方からもご紹介、自己紹介の方お願いしてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。浦谷さんですね。今日は貴重な機会ですね。いただきましてありがとうございます。そうですね。自己紹介としては、今、会社ちょうど3期目が終わったっていうところでございまして、採用のコンサルティングサービスを提供している会社の株式会社オールウェイズという会社の代表をやっております、パクと申します。で、経歴としては、あと25歳っていう、遅咲きなんですけど、新卒で、人材会社ですね、マイナビという会社に入社いたしまして、で、そこで2年間、東京と千葉で、介護医療領域のお客様に対して求人広告を営業する営業マンやっておりましたと。で、その後、コロナ禍にちょうど入ったタイミングで、2年間マイナビで働いて、で、その後コロナが始まったタイミングでベンチャー企業転職いたしまして、そこで8はい。ヶ月勤務した後に、独立、フリーランス1年4ヶ月やって会社を作ったというような形でござおー、います。今日、自分のですね、経歴なんかお役に立てたらなというふうに思いますので、よろしくおありがとうございます。願いいたします。はい。そうですね。今日はどっちかっていうと、自分でこう起業したいとか、会社経営していきたいみたいになってる人が、どっちかというと見てもらって、やっぱりなかなか売り上げ立たないのがもう最初だとは思うんで、そこうん。からちょっと軌道に乗ってっていうか、ちゃんとこう、経営されててみたいなところの人の意見ってめちゃめちゃ貴重だなっていうのはやっぱ思ってるんで、そこでちょっとリード獲得の部分に、話していきたいなっていうのは思ってるんですけど、パクさん、どうですかね、そのリード獲得だったりとか、インバウンドで来るケース、アウトバウンドで行くケースっていろいろあるかなと思ってるんですけど、最近うまくいってる方法っていうか、売り上げがやっぱ2倍になられてるっていうのは、やっぱリードが2倍になったのがあれですけど、その辺ちょっと、どういうのがうまくいったのかなみたいな、ってどうですか？ありがとうございます。これですね、今会社が3期目がちょうど終わったタイミングって形で、ラストのそのはい。3期目ですね、直近1はい。年間がやり方を大きく変えましたと。はい。案件の取り方って形ですね。で、これがリードをすごくですね、こう取る要因になったので、そちらについてお話しできればと思いますと。はい。で、企業たちに対して最初の2年間は自分でそれこそテレアポをやったりですとか、あはい。と、Facebook に自分の実績を投稿してっていう形で、自分でこう、アウトバウンドっていうんですか、自分でテレアはい。ポして取りに行くって方法もやってましたけど、やっぱ経由 Facebook すごく多かったんですよね。はい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 。だったので、そういった案件の取り方してましたと。で、Facebook に成果を投稿して案件取るってやり方って多分多くの方やってると思うんですけうん。れども、これで最初2年間やってましたが、それでも案件やっぱ少なかった時期もありました。はい。はい。弊社って内製化目指していくサービスなので、卒業うん。があるんですよね。だってはい。はい。初めの2年間はそんなに、リファラルで回してましたけど、リファラルは月に何件ですかね。1件、2件、3件あればいい方かな、みたいな形のはい。頻度でしたと。で、一方で今3期目になって直近1年間は、リファラルが夏以降からって形、この仕組みが回ってったのが夏以降なんですけど、夏以降からはもう毎日1件入ってますかね、リファラル。今日もマジですか？1件入って、昨日も1それ件入って、やばいっすね。1日空いて1件入るみたいな形に、今年特になってますかね。年明けてから。で、夏以え降から最低でも3日に1回ぐらいは必ず1件、パクさんちょっとお願いしたいんだけどっていうふうに入るようになったっていうような形になっー、ていますと。で、それははい。その、リファラルの仕組みがワークしはじ、3期目からワークし始めたみたいなところで、その効果に、うん。が出てるみたいな。そうですね。おっしゃる通りですね。おっしゃる通りです。いや、すごいですね。リファラルとはい。かの、どっちかというと結構インバウンドで、もうすでにパクさんに相談したいんだけど、みたいな感じで、顕在化になっているリードが、数日に1回、調子いい時はほはい。ぼ毎日入るみたいな感じの状況って、めちゃめちゃいい状況だとは思うんですけど、はい。言える範囲でなんでそんなに増えたんですかね、そのリファラルのあれが。これはもう本当にこの動画見ていただいている、スモビジ今後起業しようと思っている人たちで応援的意味でお話ししてしまいますと。全はい。貌みたいな形ですよね。はい。結論どうやるかっていうと、皆さんリファラルの方法で逆に思い浮かべてほしいんですけども、そはい。の友達に紹介したと言ってみる、Facebook、SNS に成果を投稿するとかですよね。っていう方法はい。なんですけど、
それじゃないんですよね。それじゃなくてですね、結論、皆さんの営業活動を協力してくれる人たちに向けて、継続的に情報提供する仕組みを作ることが大事なんですね。例えば、はいはい。思い浮かべていただきたいんですけども、浦谷さん、御社にリファラルで案件紹介してくださる人っていますよね。はい。現状で。そのはい。方って、どれくらいの頻度で案件くださいますか？年間。はい。そうっす紹介してね。くれますけど、件数としてどれくらいですか？年間の件数ですかね、リファラルで来る。リファラルで。同じあー人からです。同じ人から。そうっすね。結構僕らの開発って、うん。なんだろうな、そのまあ元請け20系、30系みたいなところとかもあるんはい。で、なんだろうな、元請けからこう、障害が来るみたいなのと、うん。全く関係ない人から、まあ、いわゆる僕らが直で仕事できるような感じで紹介来るみたいなところもちょっと違ってくるなっていうのはあるんですけど、でもどうですかね、その直で元請けになれるような紹介が来るっていうのは、本当に月でも、5件あったらでもいい方とかですかね、リフうん。ァラルうん。で入ってきてるとかで言うと。やっぱそのなんだろう、元請けさんが仕事紹介してくれるとかで言うと、まあもっとこう、継続的にあったりとかするんですけど、はい。はい。なんか直で来るっていうのはそんな感じではあったりしますね。なんか、僕も同じような状況を、やっぱりなんていう案件によってですとか、はい。案件のリファラルの振り方とかっていろんなお立場の方もいらっしゃると思うので、はい。難しさがあったりとかするかなと思いつつ、はい。事実ベースでいくと、同じ同一人物の方からリファラルで案件が来るのって、僕は昨年までだと、一人そうですね。なんか3、4ヶ月に1件来たらいいなって、同じ方がですね、あ、はいはい僕に対してレバル回してくださったらいいなって形だったんですけれども、形でしたと。で、そこからどう変えたかって形なんですけども、はい。僕、つまり御社、浦谷さんに対して案件を紹介してくださる方々って複数いらっしゃいますよね。このはい。方々を一つの LINE グループにまとめて、はいはい。最近の受注事例、成果事例を共有を集中的にするようになったっていう仕組みをはいはい。作りました。はいはいつまり、はいはい。我々って案件欲しい時とかって SNS に投稿、または過去に一度アプローチした方に対して営業かけていくじゃないですか。こんなことあはいはい。りましたよ。なんですけども、営業かける相手をワンクッション挟んだんですね。それは、はいはい。我々に対してリファラルをやってくださる方々に対して最新の受注事例、最新の成果事例を共有し続けるようになったっていうのが大きく夏から変えたことです。はいで、はいはい。逆に僕も、いや、パクさん紹介してくださいよって言われたんですけど、紹介出せないパターンってこれまでもたくさんあったんですよね。でなぜかはいはいはい。というと、その会社って成長してるし、いろんな受注事例、成果事例作っているので、それの最新の成果事例を知らない過去の情報のまんまのイメージだと、合うはいはい。案件がなかなかないんですよね。でも、確かに確かに。最近こういう、例えば浦谷さんだったら、なんか今までこういう開発してましたけど、こういう領域の開発もやるようになりましたとか、こういう案件も対応するようになりましたっていうニュース聞けば、そしたら昨日最近会った人が、こういうふうに言ってたから、浦谷さん繋ごうかなって思ったりするみたいな。はいはいはい。常に進化して変化している、範囲も広がっていってるっていう弊社の情報を、えーめリファラル営業活動に、社外営業マンとして活躍している方々に対して、継続的に情報配信をするようになったっていうのが、大きくやり方を変えた形になります。めちゃめちゃ、なんかそれ、僕も、パクさん多分以前メンダルを話していただはい。いた時にそれと教えてもらって、で、僕もちょっとディスコードでちょっとやったりとかしてるんで、ちょっと真似してやったりとかしたんですけど、あんま続いてなかった。でもうん。やっぱそれはい。やった方がいいですね。なんかそこってめっちゃ生々しい話になるんですけど、紹介してくれた人は、省流とかに別に入るわけじゃないんだけど、まあなんかお礼でなんかするみたいな感じなんですか？おっしゃる通りですね。もう皆さんに対して成果報酬って形で、用意しております。で、それも、もグループの中でお伝えしておりますと。で、プラス、浦谷さんがディスコードでってお話あったんですけど、僕もいう、ろんなはい。プラットフォームの使い分けあるんですけど、最強なのは LINE だと思ってます。やっぱり。はいはいはい。もう LINE 最強ですね。LINE が一番レスいいですし、エンゲージメントっていうんですかね。はい。ですか確かに。ね。いや、これはなんかめっちゃ勉強になるな。なんかちょっと僕もこれはちょっと真似させてもらうっていうか、まあ前聞いた時はやっぱディスコードだけだったんですけど、やっぱまあなんだかんだやっぱ紹介でやっぱ来るってやっぱ熱いし、はい。熱いっていうかまあめちゃめちゃでかいですね、やっぱそこは。はい。今、弊社の、ちなみに LINE でって言ったんですけど、LINE のグループだと個人的につながりあったりとかしてトラブルとかも生まれてしまうので、オープンチャットがいいと思います。オープンチャッああ、トだとはい匿名で入ってお互いに双方につながれないので、オーはいはいプンチャットがいいと思います。で、中には、自分の身を出したくない人もいるんですよね。はい。なので、オープンチャットで自由にプロフィール画像と名前を設定していただいている形です。ちなみに、弊社が今、社外営業マンで協力してくれている方の数37社です。37社おー、です。マジっすか。37社でオープンチャットに僕が投稿して今30人既読がついてるって形なんですね。エンゲージメントがすごい高いっていう形ですと。でほぼ全員既読ついてますかね。これなん前か、回の投稿で34のね。はい。これなんかちょっと多分、あの、
使えないかもしれないですけど、なんかそのはい。マージン率とか、例えばなんか紹介的に僕考えるのが、やっぱそのショットでお渡しするのが、そのなんかはい。その人からの商売で、なんかどの部分までこうやると、相手もやる気になってくれるのかなみたいな。まあ代理店みたいな感じなわけじゃないですか。はい。それなんかコツとかあるんですか？そうですね。まず、パーセンテージの方を、はい。まあ、10%ですって仮に言ってた場合は10%なんではい。すけれども、もうすごくこう関係様なので15%に引き上げますっていうふうに、その場でパーセンテージを上げるってこと、パフォーマンスではなく事実なんですよ。実際10%とか低いものを一つ設定しておいて、低いというか基はい。礎的なもので、まあ、すごく協力してくれるっていうふうになりましたら、まあ、15%に引き上げますっていうことをその場で言ったりします。ので、それで、はい。はい。あ、パクさん、ここまでやってくれたんだというふうに感謝いただいてっていう形。で、プラス、その人が営業力協力してくれたっていう成果事例は、このオープンチャット、パートナー企業様の皆様のところに投稿して、その人がやりがいをこう感じて、弊社に貢献してくれる人は他にもいるんだっていうふうに、この中で感じていただけるようなことも投稿したりとかしてたりしますね。ああ。はい。そこはなんかそでの人が紹介してくれた案件のところに対してで、まあ例えばそこからなんかこう、クロスセルだったりとか、アップセルがあったりとかは、もうそこは別になんか発生しないみたいな、そんな感じなんですか？発生します。発生するように言ってます。発生するんですね。外します。結構お金払いはいいと思いますね。うん、そうですよね。そうですね。続いてる限りお金支払い続けるっていうふうに言ってますうし、ーん。はい。なあ、じゃあもうので、本当なんか省流には入らないんだけども、本当代理店っていうか、はい、そうです。もうやられてるみたいな感じなんですね。おっしゃる通りですね。まあこれもちょっと派生しちゃうんですけども、お金はい。払いが良いことって僕すごく大事だと思ってまして、これもうちの会社が、まあ、2倍、約2倍になったイコールそれができるような体はいはいはい。制になったっていう意味合いにもなってくるんですけども、これはい。って、まあ、結論どうしたかっていうと、メンバーを増やした、関わってもらえる人を増やしたっていう形なんですね。で、それああ、はい。は、理念とかカルチャーを伝えるっていうやり方ではなくてですね、ちゃんとはい。報酬を用意するってことがマジで大事だと思ってまして、はいはい。はい。で、関わってもらえるっていうのは、うちの会社のメンバー、社内メンバーもそうですし、営業活動にはい。協力してくれる人を増やしたっていう意味もそうなんですけど、で、どうやって増やすかっていうと、報酬をちゃんと渡す。明はい確なはいはい。ルール規定を決めてっていう形ですね。はいで、はいはいはい。それがちょっと高いみたいな形だと嬉しいじゃないですか。うん、嬉しいですね。はい。なので、ちゃんとそこの、ルール、報酬を高め設定することで、うちの会社もメンバー、社外の人たちも増えていったっていう形があったりしますかね。すみません、ちょっと派生しちゃったんですけども、はい。ありがとうございます。結構なんか、まあ、ここで多分うまく、なんかやっぱその、まあ他にも多分いろいろめちゃめちゃ努力されての結果だとは思うんですけど、やっぱその、まあ、いわゆる代理店営業と、はい。その、ね、コミュニケーションチャンネルみたいなところをちょっと意識はい。されたっていうところで、紹介が来るようになって、で、まあはい。やっぱ、その、まあ、売り上げを増やすにあたって、ある程度こう、経費もかけていってっていうところが要因だったみたいな感じなんですかね。おっしゃる通りですね。おっしゃる通りです。おー、いや、これは本当素晴らしいですね。僕もなんか、僕は結構どっちかっていうと、まあ、ストレートにお金払ってリード買うみたいな考え方、その投資してみたいな考え方もあって、その紹介とかにそんな頼ってなかった部分もあって、で、それなんか僕の中で、まあこれちょっと弱い部分でもあるんですけど、やっぱシステムってやっぱ結構揉めちゃったりとかすることがやっぱ多うん、うん。かったりとか、僕はなんか品質とか自分らのその座組にめちゃめちゃ自信があったっていうわけじゃなかったんで、なんかこう紹介だとやっぱどうしてもこう、なんだろうな、その紹介してもらって揉めてとかってなると、だいぶ苦しいじゃないですか。はい。なんであんまやってなかったんですけど、やっぱ僕もまあ、IT の領域入って6年とかになってきて、で、起業しても4期はい。目とか、やっぱ品質もだいぶ安定してきたんで、ってなってくると、やっぱそういう感じで、こう直でつながれたりとか、なんか、なんだろう、代理店チームみたいなの作って、で、ちゃんとそこの、で、ルール決めるとかっていうのもちょっと弱かったりとかした部分もあったんで、はい。なんかちょっと感覚的に決めてた部分とかもあったんで、その辺、やるはい。程度統一だから、まあ、その中でルールをベースでうまくやるみたいな感じですよね、イメージとしては。おっしゃる通りですね。振り返ってみたときに、リストの方をお金で買うっていうこともやってました。やったこともありまはい。す。実際そういうことはあるんですけども、結論、いや、ちゃんと自分のリファラルの対象を変えるんですよね。リファラルで案件獲得じゃなくて、リファラルで営業マンを獲得するっていうイメージなんですよ。リファはいはい。ラルのやり方質を変えるっていうか、そういうやり方でやったら、今、ワークし始めてって形なんですけど、で、リファラルはいはい。で営業協力してくれた方々に対しては、先行でお金を渡してないんですね。はいはいはい。実際案件繋がるかどうかもわからないので、はい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 。実際繋がったらそういう報酬を払うって全然リスクがない営業活動の仕方だなっていうふうに思ってるはいはいはいので、僕はい。はこれで今のところやってよかったなと思ってる形ですかね。うーん。まあ、いわゆるリストを買うっていうことと、まあ、その最終的に受注したら、パートナーに払うっていう、そのなんだろう。まあ、実際投資はしてるんだけど、どのタイミングでどういう人に払うのかっていうのを変えたるっていうか、そっちを選んだってことですよね。おっしゃる通りですね。おっしゃる通りではいはい。すね。そうですいや、そうでね。すね。これはそこなんか、うん。はい。
よいや、かったことですかちょっと、ね。これめっちゃ勉強になりますね。多分、やっぱなんか僕も結構いろいろ支援させてもらったりとかして、まあ営業、セールスマーケットとかでやれてるんですけど、やったりとかしてるんですけど、まあ、人によってもやっぱやり方いろいろ違うんですけど、やっぱ困ってる人はうん、やっぱめっちゃ多いんですよね。良質なリーうん、ドが取れないかったりとか、そもそも商談作れない人はやっぱ多くて、で、僕ははい、結構投資的な考え方でいきましょうみたいなのがあるんですけど、とはいえやっぱ最初そのうまくいかなくても、なんだろう、お金払わないといけないって、やっぱなかなかこうフェーズによって始めにくかったりするじゃないですか。はい、なると、やっぱ自分がこう汗かいたりとか頑張ってコミュニケーションをして紹はい、介を打っていくみたいなことをやれば、自分が頑張ればできるから、はい。うん、そこはなんか、そうっすね。いや、ありがとうございます。そうですね。ちょっとまあ、はい。はい。1と2の部あ分ので、はい。はい。あ、すみません。ちょっと一点また補足でっていうところでいくと、そのはい。生き残ることが一番大事かなっていうふうに思って、拡大もそうなんですけども、生き残るイコール拡大した方が生き残れるっていうような形でして、ではい。営業活動って会社にとってすごく命題なんですよね。でも我はい。々って自分でこう、フロントに立ってデリバリーもしなくちゃいけないっていう役割僕まだ担ってますと。ってなったはい。時に営業活動をずっとやってるわけにもいかない。デリバリーもしなくちゃいけないからってなった時に、はい。手離れよく、しかし良質な案件獲得をする方法って、信頼してる人がスクリーニングをしてくださってパスをしてくださることなんですよね。はい。はい。それってリファラルでの、案件を自分が取るじゃなくて、リファラルで案件を取れるための方々をこう用意するって、階層一個挟むって形の方がいいんじゃないかなっていうふうに思ったので、忙はい。しい経営者ほど、なんかリファラル営業を今みたいなやり方で強化された方がいいんじゃないかなと思ったりとかしますね。うちょっと補足ーん。です。なんかちょっとそこ僕深掘って質問したいなってなったのが、なんかはい。僕の考え方的にさっきパクさんおっしゃっていただいたのが、なんだろう、受注する前にやっぱお金払うって結構やっぱコうん。ストかかるよねみたいな話あったじゃないですはい。か。とはいはい。えなんかやっぱ僕が結構やっぱ営業はすごい得意なんですけど、なんか完全成果報酬で動くのあんま好きじゃないんですよ。自分が営業する。うん。はい、はい、はい。完全成果報酬うん。だったら自分の会社の商品売った方がいいやんってやっぱ思っちゃったりとか、するんですけど、その構造の中でパートナーに頑張ってもらうやり方って、まあもちろんその最新の速さの情報をやるとかってあるんですはい。けど、なんかそこ意識した方がいいこととかしてることとかってなんかあるんですか？そうですね。これ実はちょっと矛盾する発言にもなってしまうんですけども、はい。とはいえ、今リファラルの方で案件獲得してるんですけど、新規でリスト獲得もしていきたいですね。あ、で、はいはいこっちの方はいはい。は僕、お金払ってリスト獲得してるんですよ。こっちの方は、あ、しに行ってこっちの方で。るってこと。なんで、はいはい。そうですね、二軸っていう形が結構やっぱバランス大事かなと思ってましあ、て、そのリファラはいはい。ルの方って、こっちが訴えかけないといつまでもリファラルの案件来なかったりとかするので、なんでそうですね。なんて全否定では全くないですって形ですね。両はい。方やりながら、弱かった件を強化して、弱かった方を強化していくみたいな形がいいかなと思ったりとかしますね。で、ああ、そう今の、いうこと。そうですね、浦谷さんの回答からすると、はい。そうですね。ごめんなさい、ご質問か。成果報酬でもうやる気出してもらう方法っていうそうですね。成果報形でした。酬で、まあ相手に動いてもらうみたいな。はい。これですね、ありますと。これユーザーインタビュー動画とか、喜んでいただいたユーザーの声とかを投稿すると、浦谷さんの会社いいことやってるんだ、そうか、こんな風に役に立てるんだったら、周りで困ってる人を紹介してあげたいっていう風に思う人がいるみたいですね。ああ、はい。そういうことか。例えば僕の会社にパクさん紹介してもらったら、パクさんをちゃんとこう、なんだろう、立てるような感じで、どっかのチャンネルで発信してあげるみたいな感じですか？もうそうなんですけども、とはい。いうか、あれですね、その案件、この度、例えばパクさん、オルウェイズ社から案件いただきましたと。で、これ受注無事にできましたと。で、はい。ちなみに受注したんですけれども、あれですね、この弊社が、今回繋いでいただいた案件、弊社が担当したら、紹介してくださったクライアント様が、こんなに喜んでくれました。っああ、ていうふうに投はいはいはい稿するんです。はい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 。クライアントが喜んでくださったってことを投稿すると、報酬だけではない報酬ですね。お金の報酬ではない、その心の報酬、人の役に立ちたいみたいな報はいはい。酬に反応した人がリファラル促進化して起こるっていう感じですね。ああ、それめっちゃ大事ですね。なんか最近僕も結構、なんだろうな。すごい短期的、もともと多分結構すごい短期的な視点しか持ってなかったんですけど、やっぱ長期的な視点を持つと、例えばやっぱ、じゃあ僕のお客さんをパクさんに紹介して、まあもちろん報酬でもらえても嬉しいんだけど、ちゃんとその浦谷がいい人紹介してくれたねってなったら、まあその信用が積み上がるんじゃないですか。はい。はあ、い。いいことしてくれたなっていうふうになるから、なんかそこもちゃんと狙いに行くっていうか、はい。ってことですね、なんかイメージとしては。おっしゃる通りです。人が動くのはインセンティブですよね。インセンティブはその報酬って意味ですけど、報酬は2種類があると思ってますと。一つは金はい。銭的報酬。もう一つはやりがいですよね。やりがいとか、承認されることとかっはい。ていうのは報酬の受け取り方があると思うんですけど、リファラルって多分どっちもだと思うんですよ。どっちもなんですけど、多分多くのリファラル協力してくださる方って、いや、お金はよりもちゃんとお客さん、役に立ってるように、ちゃんと力になってあげてくださいってセリフを言われることが未だに多いんですね。パクさんに案件紹介するけど、紹介料とかじゃなくて、ちゃんと、確かに確かに。力になってくれたら嬉しい。いやそれ超本音だと思ってまして、つまり確かにそう
いう動機で動くのがリファラル。僕を囲んでくださってる、応援してくださってる方々はそうなので、そういった方々のインセンティブですよね。を刺激するのはユーザーの成果、喜びの声みたいな感じだったりしますかね。ああ、いや、それめっちゃ勉強になりますわ。なんか、うん、やっぱり本当、なんか紹介でもらったリードって、なんか、その分、まあめちゃめちゃいい意味なんですけど、プレッシャーありますよね、なんか。これであります。やっぱやらないとやべえみたいな。はい。これ中途半端。そうですね。今日僕ちょうど紹介してもらったやつは入ってますけど、やっぱなんか、しょうもないことできないなって気持ちが非常にはい。強くなるっていうか、これミスったら本当気まずくなるみたいな。てか、そのやっぱ仲いい人からしてもらって、その案件ミスると、こっちとの関係性もやっぱちょっと若干悪くなっちゃうじゃないですか。どうはい。しても、もうだから、まあ仮っていうか、そのマイナはい。スなことを一つやってしまうってことになるんで、はい。はい。まあなんかでもそれだけやっぱ真剣にやっぱデリバリーに向き合うってことにもなると思いますし、はい。うん。まあ、あとはまあやっぱ紹介してくれるっていうのがやっぱ、そのなんだろうな。なんだろう、自分の会社の成長にもつながるっていうか、やっぱ紹介もらえるようなデリバリーしていかないといけないよなっていうのは本当ありますよね。はい。はい。うーん。ですかね。いや、これ、今あれですね、はい。はい、うまくいった方法及び、その体制どう変化したのか、報酬面含めて変えたのか、及びそのマインド的な形ですよね。自分の会社に社外営業マンとして協力してくださる方々に対して、どういったインセンティブでもって、動いてもらえばいいのかっていうところを、網羅的にちょっと僕もダイジェストですけどお話できたなという、言語化できたなと思いました。そういうことを考えながら無意識にやってたなっていうことをなんか僕もお話できたかいや、なって感じです。でもめちゃめちゃすごいですね。なんか、今で言うと、これもちょっと、めっちゃぶっちゃけた質問になるんですけど、はい、はい、はい。その、まあ、代理店営業っていうか、その、まあ、パーはい、トナー営業みたいなところと、そこ以外になんかなんだろう、リード獲得、まあ、リストを、その、購入っていうか、やりながら、まあ、接点持たれてるとかっていうのもあると思うんですけど、はい。このでもそこがなんか、なんだろう、肝のチャンネルっていうか、リード獲得のチャンネルな感じですか？今では。完全にそうですね。95%ぐらい、リファラルというか、社外営業マンとして協力してくださるう代理店のん。皆様から案件いただいており、で、今後今0.5%とかなんですけど、はい。社内で、新規にですね、こう、どんどんリストを作っていくっていうような試み、インサイドセールスですね、いたりであすとか、あと YouTube の方も、かなりガチで今、取り組み始めているっていう形なあー、ので、そうですよね。YouTube の方からも問い合わせできたらいいなっていう形ですかね。おー、はい。素晴らしいですね。なんか、なんだろうな。まあ結構その今、うまくいかなかったって言っても、めちゃ順調に来てるんじゃないかなっいていうのは、やいやいや、いや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 、なんか、どうですか、その結果なかなか出なかった時とできた時の違いって、まあさっきのその、リード獲得が、やっぱりこう、まあ紹介がやっぱ来ると、その分受注にもはい。多分なると思うんですけど、なんかマインドだったりとか、さっき言っていただいた以外のところで、なんか、これ変わってから、ちょっとなんか、はい。強くなったなっていうか、多分なんか一番最初、僕とバックさんのお話しした時って、なんかある程度なんかこう、課題感っていうか、なんかこう、いはい。ろいろ、あれだったじゃないですか、いろいろ考えられた時にもあって、はい。で、なんか2回目話した時は、なんか結構イケイケな感じだなって印象なんか受けたんですけど、なんか、はい。そのなんか辺境っていうか、こういうとこが変わったなみたいな。あ、そうですね。やっぱり一番大きいのが、これそもそもですよね。このリード獲得っていうこのお話になってくる前提なんですけど、お客様に成果を出すことができたっていうのが、自信につながりっていうところかなはいはいはい。って思ってまして、あの、それこそ、遺品整理のお客様、1年間はい採用支援させていただいて、そこが人材紹介使わないで30人取れたりとかして、で、はい。1年間の全期間の応募者数の40%から45%を弊社が創出して生み出していって、はいはい。そこから30人採用ができて、で、採用単価もマックス10 84万から19万台まで下がってって、結局30万近くまで落ち着いたんですけど、適切な金額だとその時は思ってるんですけど、今思いははいはい。思ってるんですけども、とはいえ、成果が出た。プラス、そうですね、いろんなプロジェクト進んでいく中で、成果が出たので、うちの会社を待ってる人が絶対にいるっていうふうに信じれるように少しずつなっていったって感じですかね。うが一ーん。番マインドの変化。だから、もちろん先ほどの今日お話しさせていただいたように、その営業の仕組みワークしていったって形なんですけど、そのワークする最後のワンピースは、弊社のサービスに自分が自信を持ってるか、それだけの成果を出してきたのかっていう、精神的な部分ですかね。確かに。自信。あー、はい。その前提、ビジネスモデルとしては、結構やっぱ人材紹介とかって、なんだろう、採用できたら、そのマージ何パーセントとかじゃなくて、まあ、はい。どっちかというと、こう、なんだろう、その会社の担当者みたいな感じに入って、はい。その会社の担当者としてこう採用をしていくみたいな感じで、はい。なんかその、定価と報酬はあんま紐づかない感じなんでしたっけ、パクさんのデリバリースタイルは。
僕の方はコンサルティング契約って形になってくるので、ものはい。稼働とかコンサルティングに対して、お金をいただくってういう、報酬をいたん。だくって形になっているのでっていうところですね。なのがゆえに、成果にじゃあ集中しないかっていうと全くそんなことではなくてですね、採はいはい。用単価を下げ、というような、あと採用力をつけるというところを目標に置いているので、うはい。ん。いや、でもそこは結構やっぱすごい、なんだろうな。まあやっぱりそのなんだろう、確かにその採用したい会社がいっぱい採用できたら嬉しいんだけど、でもやっぱそこで年収の30%とかを毎回払ってたら、めちゃめちゃ高い金額でいくよねっていう。僕は結構やっぱいろいろ DX とかの方ですけど、支援させてもらってても、やっぱりそこ高いっていう声結構聞くんで、うん。30%だはい。ったら。あとは自分でやっぱ採用したいなと思っても、まあ、そこに30%ってなるとちょっとこう手が出ないなみたいな感じになっちゃったりとかする部分あるんで、それでまあ自社の人材の一人としてやってくれて、まあ専門知識持ってて、でまあそこで思いっきり結果出してくれるってなれば、なんかめちゃめちゃ、なんかいわゆる発注者側も納得感あるっていうかめちゃめちゃコスパいいですもんね。なんかそんうん。なにこう対応してる会社で、それだけはい。でやれたら。そうですね。で、今まではそうですね、浦谷さんにこれまでお話しさせていただいた中で、はい。ちょっと理解しないんですけど、やっぱり自分の自社のサービスにすごく自信を持てるように、ようやく少しずつですけど、なってきたっていうところがあるし、あとメンバーですよね。バックオフィスのメンバー、昨年10月、9月ぐらいから確か入ってきたメンバーのおかげですごく会社の質も高くなってですね、デリバリーの質ですよね。はい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 。なので、そういった心強いメンバーが入ってきたので、もう大きく、状況が変わったっていうのがあったりしまうん。すかね。ありがとうございます。はい。なんかちょっと、すみません、若干派生しちゃうんですけど、僕やっぱ気になったところが、なんだろうな。今、新しいメンバー入られて質がってはい。なったと思うんですけど、結構やっぱお客さんのフロントにはもう毎回パはい。クさんが立っていくって感じなんですか？一応、デリバリースタイルとしては。少しずつ変わってきておりまして、そうですね。僕が立たない時もあったりします。うーん。はい。あ、少しずつ。本当そのお客さんとのコミュニケーションを任せるコンサルっていうか、パートナーの人はい。間とかもいてみたいな感じになってきてる感じですか？そうですね。という人も採用し始めたり、一方でバックオフィスの方だけで、報告だけで終わる場合は、ちょっとバックオフィスの方のみで、参加していただいて、はい。結果僕に教えてくださいっていう時もあったりもしますかね。ああ、まあそういうコミュニケーションとか任せれるメンバーとかも、まあ育ってきてるっていうか、入ってきてもらっててみたいな。そうですね。はい。おー、なんか、やっぱまあ確かにやっぱもう売り上げが2倍になってるってなると、多分今全部が一人できる規模じゃ全然なくなってきてると思うんで、なんかそこは、なんかすげえ、まあやっぱ多分結構まあお話しするのは久しぶりなんですけど、めっちゃ変わってますね。フェーズが変わってるなっていうのあるんで。フェーズはもうそうですね。ちょうど3期目終わったので、今までオールウェイズでしたけど、株式会社パクだったので、もうパクから脱却を目指していくっていうふうに会社でもお話ししておりまして、もうはいはい。そうですね。比較的、僕の方でちょっと選定させていただいて、だんだんと現場からは離れていってさせていただいて、徐々に僕が今抱えているクライアントは引き継いでいくっていう話を今してますかね。おー、はい。まあそですかね。こってなんか、なんだろう、僕も結構、なんだろうな、自分が PM とかに入る案件ってだいぶ限られてるんですけど、PM とはい。かコンサルが入る案件限られてるって、でもやっぱ結構大体の案件って、僕はまあ営業担当みたいなうん。感じでこうミーティング入ったりとかはしてるんですけど、なんかミーティングすらも任せるって結構勇気いるはい。なと思うんですけど、その辺はもうなんか信頼してみたいな感じなんですか？仲間っていうそうでか。すね。そうですね。今日時点で僕の回答って形ですね。まだまだ採用に関して、自社の採用ってところでいくと経験値これからも積んでいくって形なんですけれども、はい。そういった人を採用したって感じですね。もう任せられる人を採用したって。よく任せること大事っていうじゃないですか。とはいはいえ僕任せると怖いタイプだったんですけど、任せてもはいはいはい。大丈夫っていう人を採用したので任せられてるっていう結果になってるみたいな形ですね。ああ、そういうことですね。はい。そこはもう信じてっていうか、うん、そうですね。なんかあともうはい。一個僕が考えるのが、やっぱりなんだろうな、結構その内部の、まあ、設計とか報酬設計とかもされてるのかなと思うんですけど、やっぱなんだろう、パクさんが一番自社に関してやっぱ売り上げ上げたいとか、利益残したいって気持ちは多分一番まあ当たり前ですけど強いと思うんですけど、そこでやっぱどうしても誰かに任せると、その人でやっぱパクさんほどこう、なんだろうな、お客さんに思いっきり成果出したいとか、なんかもっと案件でかくしたいみたいな気持ちやっぱどうしても下がるじゃないですか。そこはもう、そういうもんだっていうふうに許容して任せていくみたいな感じですか？これですね、またなんて言うんでしょう。こう難しいというか、僕ならではの回答になってしまうんですけども、はい。僕の会社のメンバーですね、クライアントに対する思いもすごい強くてですね、はいはいはい。なんて言うんでしょう、いろんなアイデア出てくるんですよね。パクさん、こんな風にしたらお客さんもっと成果出ると思うんで、こういうことやっていいですかっていうような発言が出てくるというか、なすごい、すので、ごい。そうですよ。で、なんでそうなってるのかなって考えてみたんですけど、はい。いろいろ要因があるんですけど、多分というか、僕がいつも言ってるんですよ。僕の会社の役目は採用力をつけた会社を一社でも多く増やすこと。そして強いてこの国の採用力を上げていくことをやっていきたいと。
て、で、それができると信じてる。なぜならこういう成果を出してきたから、皆さんと一緒にだからできないはずがないっていうふうに言って、我々のことを待ってる会社は世の中めちゃくちゃいっぱいあるというふうにはいはい。結構夢語ったりするんですよね。はいはいはい。で、これはもう心底マジで超思ってるっていうふうにはいはいはい。言って、多分それをメンバーも心底そう思ってくれてるんじゃないかなと思ったりしますかね。うん。なので、そうです。お客様に対して何か貢献をしていくことはすごく大事だから、我々は採用に困っている、この国の最前線で戦ってるって話をしうてるんですよ。採用、ん。今人材不足のこの問題によって最前線で戦ってるから、もうすごい誇りがあるし、僕はこの仕事をすごい愛してると。だから皆うん。さんもこの仕事をすごく誇りを持っていいっていうふうに立派な仕事をやってるんですよって話を結構毎日したりとかします。自然に言おうと思ってるんじゃなくてみたいな。なんでそこで鼓舞されたりとかしますし、まあこれ今ウェットな部分をお話したんですけど、あとは、と言いますけれども、皆さんやりはい。たいことありませんかと。はい。うちの会社だったらクリエイティブとか、いろんなことをこうやってみたりとかするんですよね。こういうことやってみたかった、ああいうことやってみたかったって見てくださいと。あ、あ、ごめんなさい。今、音声あれですかね。ごめんなさい。一瞬だけ、あれあ、かもしれないです。ちょっと。今、入ってます。でもしやりたいことがあるとすれば、多分サムネイル作成、クリエイティブやりたいとかってあれば、やって全然いいですよと。一回練習しましょうというふうな形で、これぶっちゃけお客様には無料で今回提案しますと。それは、で、はい。かつ追加報酬払わないですけど、やっていいですと。で、うん。それを1社、2社、3社っていうふうにやって、クオリティ高いものやったら、メニュー専用に用意しますので、そしたら追加報酬払いますよっていう形で、こう自己実現もできるような雰囲気作ったりとかしてるんですよね。めっちゃすごいですね。もっと言うと、じゃあそれで追加報酬発生しますと。それで年間100万とか言ったら会社作りましょうと。もう僕が出資して、会社作るんで、で、僕代表やらないんでって言って、例えば、うちのそれこそ上原葛西とかってメンバーがいるんですけども、はい。代表やりますかと話して、クリエイティブ面今すごい上手なので、クリエイティブのはい。会社もう一回作って代表やりますかとか話したりとか、普段したりとかしてる感じですね。なので、えー、えそういった、すごい喜んでくださるんですよね。で、ではいはい。きないことなんか絶対ない。人生はう一回しん。かないからって話していくと、多分そういう話が楽しいと思ってくださってると思います。だかうん。ら、僕のために、僕が大事にしてるクライアントのために頑張ってくれてるっていう雰囲気が多分できてるのかな、みたいな感じですかね。はいはい。いや、なんかめっちゃ面白いなっていうのは、めっちゃ質問したいこといっぱいちょっとできたんですけど、なんか、えっと、まずそのメンバーとウェットな関係になったりとか、こう、バイブスをこう上げていくみたいな話って、結構やっぱ、オフラインコミュニケーションも取り入れたりしてるんですか？結構もうオンラインでそれやってるのかで言うと。うちの会社は全フルリモートオンラインです。で、それを、まあ、定期的なミーティングだったりとかで、こう、話し合いながらやっていくみたいな。そうですね。朝礼とか、社内定例ミーティングがあるときに、じゃあ定例ミーティングってアジェンダあるじゃないですか。アはいはい。ジェンダあるんですけど、わかりますと。ちょっと冒頭3分くださいと。いや、最近すはいはい。ごい嬉しいことがあってって、お客さんこのように喜んでくれたって言って、これはもう皆さんのおかげですみたいな、本当にありがとうございますみたいな。で、そこから考えるに皆さんはこういうことできると思うんで、こういうのやってみるとどうですかっていうことをいきなりぶっ込むみたいな感じです。で、それを話し満足いってからやっとアジェンダくれるみたいな形だったりするので、アジェンダ終わらないみたいな感じなんですけども、ではいはいも、はい。うちの会社のモチベーションを上げたりとか、生産性を高めるのは、僕はこっちがいいはずだと思ってるので、はいはい。わざとというか、そういうのを選んでるって感じですかね、ミーティング。ああ、いや、めっちゃ面白いな。なんかそのオフラインは別にそんなにそこまでバカなげ重要視しない感じなんですか？オフラインコミュニケーションは。はい、僕の会社はフルリモートで100人の会社、100人以上の会社を作ろうというふうに思ってるので、はい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 。あれですよね。オフラインのがいいっていうふうに言われてるじゃないですか。それはその会社、それはそういうトレンドなんですね。うちはオンラインじゃないと働けない会社、方々がいっぱいいるんですよ。お子さんがいらっはいしゃって。はい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 そはいはい。れを僕が働けるようにしたいからするって感じですね。えこれをなんか選んでる感じです。はいはい。なんかはい。僕も結構そこは、なんかまあ僕らはやっぱオンラインでできちゃうすごい仕事だったりとかっていうのもあるし、オンライン、僕もリモートワークめっちゃ好きなんで、はい。好きだし、そういうメンバーがやっぱめちゃめちゃ多いんで、なんかそこめっちゃで、そういうなんかやっぱなんかこう、モチベーションとかを維持するのってやっぱオンラインだと、まあ、そこスイッチ入れてやっぱやらないといけない。まあ経営者がやったりとか、リーダーがやっていかないといけないと思うんですけど、それやられてるんで、いや、さすがだなっていうのと、あと、なんかめっちゃ質問したいなと思ったのが、そう、ビジョンっすね。そのビジョンで、なんだろう、さっき採用の領域を愛してるとか、なんか採用の領域でってあった時に、なんか僕ってなんだろうな、ビジネスとか経営とかってめっちゃ大好きなんですよ。だから商売めっちゃ好きなんですけど、でも DX って、なんだろうな、どこまで行っても僕からするとなんかやっぱ手段みたいな感じだったりとか、まあ採用もまあぶっちゃけそのなんだろう、経営のための採用みたいなところだったりとかの、そこの、なんだろうと思うんですけど、とはいえやっぱそれを僕らも DX をお客さんにやる以上は、やっぱ僕らが DX にめちゃめちゃ詳しかったりとか、そこを愛してるって方が絶対いいと思うんですよね。
なんかそこってなんか、なんだろう、ナチュラルにそうなのか、それともなんかそういうふうになんかこう、意識してるのかあれとなんかどうなんですかなんか。これはですね、またこれも再現性がない回答、僕のみに当てはまってしまう、僕っていう人間のみに当てはまってしまう回はい。答になるんですけども、この採用という領域は、僕の個性、原体験にとってものすごく、大事なテーマだったっていうふうに思ってまして、はい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 。フィットするテーマだったはい。っていうことですね。で、なぜかというと、ちょっとかなりでかい話になるんですけども、まあ、はい日本、まあ、もっと言うと多くの人たちって、自分の良さ、強み、弱みについて語れる人って少ないじゃないですか。はいはい。まあ、小さい話でいくと、個性っていうんですかね、個性について説明できることが得意な人って日本ってなかなかいないんですよね。で、うん。それの最たる例が僕、採用活動だと思ってるんですね。今、はいはい。何万社もありますけれども、自社の良さ、強みとかをちゃんと把握して説明できてる会社って少ないじゃないですか。広報 PR が得意な会社とか使い、どっちかというと謙遜したりとかしますよね。うちの会社なんてそうですね。入ってもはい。で、それとかっていうのが、僕がすごく反応してしまう部分で、僕自身がもともと個性すごく悩んでて、キャリアとかはい。すごく悩んでて、で、お客様から、あなたの個性すごくいいよっていうふうに言っていただいて発注が決まり、会社作ることができた。つまり、他社がの個性を見つめてくれたっていうところですよね。で、うん僕の個性は何かっていうと、良さを発見できるですね。パクうんさんに言われたことは、すごく自分でも気づかなかった良さとかあるんだよっていうふうに言っていただいて、で、はい。そういう原体験がある、まあ、キャリアに悩んだ、で、自分の個性なんだと分からなかった、その結論は他者が知ってたっていうところ、はい。僕が見つけていただいた個性は、良さが見つかること、自由なアイデアでもって良さを発見できること、そしてそれをうん。誰かに対して伝えるってことが得意なんですよね。これは はいはい。2B でも 2C でもそうです。一緒なんですね。はいはい。で、それの自分の個性を僕はたまたま 2B の採用コンサルティングっていう領域でやってるだけって感じですね。はい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 多分このはい。ミーティングとか話してても、大学時代の友人とかが僕のこの話聞いてても、パク変わってないなって多分言うんですよ。う相手がん。変わっただけで、相はい。変わらず個性の話とか、良さの話とか、どうやったら相手の良さが引き出せるのかって話をずっとしてるんだっていうふうに多分思われるんですね。だったので、僕は本当に回り回って採用活動っていう文脈で、個性に悩んでる会社に、個性ってものを、あなたの会社ってこんないいところがあるんですよってことをプレゼントしたい。それが採用うん。っていう場所だとやりやすいっていう感じだったっていう感じですかね。ああ、そういうことですね。なんでやっはい。ぱなんか自分のこう特性とか強みとか、なんだろう。まあなんかやっぱあるじゃないですか。なんかこれってもともと人よりも、なんか別に何も努力してないけどできるなみたいなことっていうのがめちゃめちゃ出しやすい領域。かつ、まあやっぱりやってて面白いなと思える領域が今の採用してる領域みたいな。なんか自かん分にとっては、そうですね、なんか馴染みがあった。初めてそれこそマイナビで初日入社して、上司の OJT でいろんな企業行ったんですけど、はい。初日参加したミーティングで、この仕事僕向いてるわと思いました。仕事の内容知らないのに。はい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 。だから、まあそうですね、すごく馴染みがありますね。すごいハマってますね、すごく。いやでもなんかそこはやっぱさっきのビジョンって僕もめちゃめちゃ最近大事だなってやっぱ思ってて、なんか一定ラインまではビジョンとかなくてもなんか全然できるんですけど、なんかないと、なんか何のためにやってるんだっけみたいな気持ちに結構頻繁になっちゃうっていうのはやっぱあるんで、なんかそこを結構やっぱ言語化して、こう、なんだろう、まあみんなに伝えていくってのもそうですけど、なんか自分自身も、なんかなんだろうな、そのマインドセットしていくっていうか、うん、なんかあると走れるし、うん、なんかそう、やる意味っていうかなんか、うん、気持ちが強くなるっていうところ、なんかブレないかもしれないですね、やっぱあると。そうですね。採用力をつけた会社を一社でも多く増やすは、自分の個性について説明できる自信がある、そして人生が楽しく過ごせるようになる人を一人でも増やしたいって言ってることと変わらないというか、なんかはい。結局は応援したいんですよね。目の前の人、または企業を応援したい。それが自分の個性が何かわからないっていう理由で悩んでるんだったら、身を乗り出してしまうっていうような感じですかね。うーん、それだけだとお金儲からないので、ちゃんとメニューを設定して、採用コンサルティングっていうサービスだと、先方も分かりやすく、まあ、分からない方も中には当然いらっしゃるので、採用支援とか、はい。ちゃんと共通言語、社会におけるビジネスにおける共通言語ってところに落とし込んで説明をして提案をしていって、デリバリーの中でそれを伝えていくって感じですかね。おー、いや、なんかすごいな。ちょっと僕もそこはなんか自分自身考えないといけないなっていうところはめっちゃあっいえたんで、めちゃめちゃ勉強になります。
ちなみに、浦谷さん、もしお考えになるっていう形で DX に対する思い入れとか、ご自身はい。の処理をしていきたいって時に一番初めやること、個人的にお勧めの方法がありまして、これ最はい。近、友達に事業内容を分かりやすく説明するとか、なんかその自分のこの気持ちを確かめたいからって電話かかってきたりとかしたんですけど、はい。あの結論、御社に発注されている方、発注されてきた過去のクライアントに聞いた方がいいと思います。発注理由はい。を。はい。発注はい。理由はい。はい。が価値ですね。で、うん。僕、よく言ってるんですよ。友人とかにも、なんか企業の相談とかが来たりとか、今後の事業のはい。方向性とかって悩み相談を受けるときあるんですけど、はい。僕まだ3期目ですし、そんなはい。話すことないですと。で、結論、発注してない方って僕どこまでも外野だと思ってるんですね、正直。うん。注してくださった方が本当にその御社を応援してくださってる、弊社を応援してくださってることになるので、はい。もう現在発注先、または過去発注先の方に、まず分かりやすいハード面でのお困りごとの解決って何できましたか。うで、こん。れらに付加価値として、浦谷らしさとか、御社うん。らしさを感じたエピソードとかって何ですかって、この2点聞くだけで、だいぶうん。自分のコンセプトはっきりしたりとかします。確かに確かに。ですね。これハード面とウェット面。ハード面と、なんだろう、そう、らしさですね。ハード面にうん。おけるっていううん。ところプラスですかね。レッスンが早かったとか、いつも笑顔で話しやすかったとか、そういうの付加う価値かも。ん。確かに確かに。なんか最近結構僕らも、なんだろうな。やっぱりこう、まあやっぱ3年とかをこう、さっき生き残るって話もあったなと思うんですけど、やっぱ3年ぐらいやってると、だいぶ安定してくるじゃないですか。デリバリーズのものが安定してきたりとか、まあ喜んでもらう経験とかっていうのも多くなってくるんで、品質はすごい上がってきたなっていうのはあるんで、なんかあとはやっぱ強いビジョンっていうか、なんかもっとこう、やっぱりなんだろうな、人としてくれてる人に会うとか、もうん。っとこう、貢献できる範囲を広げていくみたいな時に、ここはやっぱすごい聞いて思ったんで、いや、ちょっとやっぱ、ここブラッシュアップしないといけないなっていう。まあ、ここがあるからやっぱ結構2倍になったっていうのもなんか聞いてて感じましたね、拡散あ、的に。なるほど。なんかはい。とはいえなんですけども、めちゃめちゃゴリゴリビジネスっていう形で拡大している会社の方もいらっしゃると思いますと。で、僕はコンセプトにのっとって軸足があって、それが僕のガソリンになったのでっていう形のお話になってくるので、うん。村谷さんってどちらがフィットするかっていうのはまた今後動いてみられる中で選ばれるそうです。形ですね。ただ、コンはい。セプトにあるから伸びたんだよねっていうところにもしご興味があって関心が惹かれるのであれば、そういう伸ばし方を多分心の中で今望んでるフェーズかもしれないなっていう、うーちょっとん。カウンセリングっぽくなるんですけども、はい。なんかそこに反応するってことは多分そこがご自身でもっと強化したいところだから反応されるのかもしれないですね。なんかさっきのそのビジネスで伸ばされたっていうのは、いわゆるそのビジョンとかもまあもちろんあるはあるんだけど、やっぱ営業力っていうか、その、なんだろう、そこが強いからみたいな感じってことですかね。そうです。っていうところだけで伸ばされた方の話も聞いてみると、なんかそれでもよくねみたいな、コンセプトとかで言って、とりあえずまあスローガンで掲げといて、うん。これだけ成長してるんだからそっちも正解じゃんっていうふうに思えるのであれば、そっちのスタイルでもいいと思いますし、はいまあ、はいはいはい。人重視で伸ばしてるような会社があって、そこに惹かれるんだったらそっちのやり方を参考にしてもいいし、みたいな。それは浦谷さんの経営ご判断かなっていうふうに。浦谷さんの、はいはい。はい、そうですね。形かなと。なんか、ちょっと話若干脱線しちゃうんですけど、やっぱある程度、まあ、パクさんとかも結構今、売上利益だったりとか伸ばされてるかなっていうところと、まあ、もう伸ばしていきたいなみたいなところもあると思うんですけど、でなんか一定ちょっとこう満足しちゃう気持ちとかって、なんかなかったりとか、なんかそのなんだろう、どういうのがすごい、まあもちろん、さっきのビジョンに対してっていうのはあると思うんですけど、なんかこう、なんだろうな、その頑張ろうと思う原動力っていうのはどう出してるのかなみたいな。ありますね。これ、ありがとうございます。これ2、3ヶ月ぐらい前にその状況を陥ったんですけども、今はい。その状況から脱却できたんですね。何かっていうと、はいはい。結論、メンバーに対する報酬を増やしたっていう形で、まず余裕がなくなってくる以前ほどです。おでー。かつメンバー喜んでくれるんですよ。はいはいはいはで、い。もうそこが結構モチベーションかなと思っていて、つまり、今、皆さんの方で、御社の方で今、営業活動活躍してくださっている方々のパーセンテージを引き上げるとか、または、はいはい。そっちの人たちをもっともっとこう、メンバーとして引き入れて、人件費を増やす、支出を増やすって形ですね。はい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 。結果、喜んあでくれるんですよ。報酬を上げるとはいはい。喜んでくれるので、間それ違いないですね。そうです。だから、最近メンバーに、いや、もう月額30万、40万、50万入金できるような会社にしていくから、お待ちください。頑張ってください。現場の方お願いします。力貸してくださいっていうふうに言ったりとかして、ね。うん。はい。いや、でもそれ大事っすね、やっぱ。いや、そこはすごい僕刺されますね。なんかやっぱ、変にいっちゃったりとか、なんかまあそういう、なんかその、やっぱこう、お金が回れば回るほど、何が欲しいんだっけみたいな感じになることってやっぱ結構あるんで、まあそんなめっちゃ儲かってるわけじゃないんですけど、はい。ありがとうございます。
ちょっはい。とそうですね、なんか結構、もうちょっとめちゃめちゃ聞きたい内容とか話したい内容とかもあったんですけど、かなりいい時間にもなってきたんで、ちょっとまとめ入らせていただきたいなっていうので、まあちょっとテクニック的なところから、まあマインドだったりとか、まあ当初想定しなかったビジョンとか、まああとはちょっと派生して、こう、どうモチベーションを保つのかみたいな、僕が結構相談してもらう方も、やっぱオーナー社長で、まあ、零細企業でみたいな感じで、ちょっと一人でやると、モチベーション保てないっすよね、みたいな相談を受けたりとか、なんかそういう人とかもいたりとか、僕自身もやっぱそうで、まあ僕自身の今までこう抜け出した方法とかは今日あんま話せなかったんですけど、でも今日パクさんの話とか聞いて、で、そこって僕あんましてなかったなと思ったんで、最後の話とか。なんかすごい取り入れたいなと思いましたし、なんかやっぱめちゃめちゃ、まあ同じような感じの、まあ領域っていうかその立場っていうか、でやられてるなと思ったんで、めっちゃ勉強になったなと思って。いやー、すみません。僕が話しすぎました。もっと浦谷さんのお話をもっと聞くべきだっいやいたな。やい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 や、まあめちゃめちゃ、僕の結構これチャンネルだと、僕が毎回ずっと話してるんで、やっぱなんか別の人来てもらったりとかした方がやっぱ勉強になるなっていうところと、はい。では、パクさんはそうですね、パクさんみたいになりたい人とかですね、今日話聞いてもらってなりたい人とか、パクさん相談してもらったりとか、まああとは今日採用の話で、いや、採用困ってるんだっていう人とかも、まあ初回とか多分無料でお話聞いてもらったりとか多分できるんじゃないかなと思うんで、なんかちょっとまあ概要欄とか、にこう、問い合わせ先貼ることになるかなと思うんで、まあ、直接パクさんの方問い合わせしてもらえればなっていうのは、思ってる次第です。最後、パクさんがなんか補足とか、まとめとかあれば、お願いそう、できれば。なんていう、無料で、採用に関する面談ですね、実施させていただきます。60分ですね、実施させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。あと、起業とかですね、独立したい方のご相談も随時載っております。そういう方もまた概要欄の方から、お気軽に問い合わせしていただけたらなというふうに思います。あとは、協業ですね。もうパックと一緒に仕事してみたいというふうに思っていただいて、協業に関することも問い合わせをお持ちしておりますので、はい、概要欄の方からご連絡ください。そうですね、さっき今日もまさにありましたけど、やっぱ営業パートナーだったりとか、まあ、代理営業したい人とか、まあ、さっきの企業相談だったりとか、まあ、いろんな方面で、ちょっと相談乗ってもらえるかなと思うんで、気軽にちょっと問い合わせしてもらえればなっていうふうに思ってます。じゃあちょっありがとうございます。と本日は、はい、こんなところでまとめて締めていければなと思いますので、今日めちゃめちゃ良かったなと思ったんで、またちょっとぜひ、第2回、第3回とか、ちょっとはい。なんか、お互いに、もしあれであれば、続けていきたいなと思うんで、はい。はい、こんなところで終了できればなと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとう